令和7年5月19日、この日、諏訪大社桃井義弘権宮寺をはじめとする諏訪神社と寺院住職らの訪問団が高野山真言宗の総本山金剛峯寺へ公式表敬に訪れました。諏訪大社と高野山とは長い歴史の中で深い関係があり、この訪問は明治維新の神仏判然令により一旦途絶えた縁を再び手繰り寄せる歴史的な対面となりました。あれ榊ですか？榊じゃないですかね。榊ですか？霧の実は何ですかね。これ蓬莱といってよくお正月飾りの代わりにやったりね。諏訪大社と高野山、これまでにどのような関係があったのでしょうか。はるか昔、私たちの住む諏訪地域には古代から続く諏訪神社とその信仰がしっかりと根付いていました。6世紀中頃になると百済を通じて日本に仏教が伝来し、もともとあった神様と新しく日本に入ってきた仏様が共存する神仏集合という新しい信仰形態が生まれます。しばらくしてこの神仏集合という考え方が諏訪の地にも伝わり、諏訪の神様と仏様は徐々に一体となっていきます。何百年もの時間をかけながら諏訪信仰に基づく地域独自の文化や風習などが形作られ、人々の暮らしとも深く結びついていきました。しかし今から150年ほど前、日本が近代的な中央集権国家へ移行するための大変革、明治維新が起こり、明治元年には神道と仏教を分離するための神仏判然令が発令され、1000年以上続いた諏訪の神仏集合の時代は終わりを告げました。それぞれ別の道を歩むことになったのです。神仏集合の時代、諏訪神社で仏教部門を担う別当寺と呼ばれる寺院がありました。それが神宮寺です。神宮寺は真言宗の寺院でした。この神宮寺は高野山金剛長院の末寺であったため、古くから高野山との縁があり、それにまつわる記述も多数残されています。見ていただきますと坂道が続きますが、この坂道が木沢町といいまして、
ちらの五輪東軍がすべて諏訪家です。どうぞ上まで上がっていただいて。こちらの五輪東軍諏訪家ですね。この全部大きな五輪塔も諏訪家お殿様や奥方様、この後ろが藩士たちの五輪塔が並んでます。皇族や大名家などの墓所が集まる高野山奥の院には、江戸時代に諏訪地域を治めていた高島藩歴代藩主諏訪家の墓所があり、他の有名大名家と比べてもひときわ大きく、全部で22基の五輪塔が残っています。このことからも高野山と諏訪との強いつながりを感じることができます。一度拝礼。はい、ありがとうございました。今は金剛三枚さんがずっとこれ管理してもらってます。はい、この墓石群を守るためだけの藩士がいました。石頭奉行という藩士が大阪に住んでまして、大隈家という方が一時期務めてましたけれども、平成、令和に入る前ぐらいまでその方大阪に住んでましたけども、家が断絶してしまいました。はい、長い空白の時間を経て、2022年には神宮寺に関係する30余りの寺院が諏訪大社に参拝し、神宮寺ゆかりの仏像などを一斉公開する諏訪神仏プロジェクトの活動が始まりました。今年もたくさんのお稚児さんと一緒に神宮寺ゆかりの寺院の方々が諏訪大社を訪れました。でも、5名の方は後ろに、すみません、お並びください。ユニワにご参列の皆様、頭をお下げください。お上がりください。
2回頭を下げてください。両手の前で手を合わせて2回拍手をしてください。もう一度頭を下げてください。そしてご参加の皆様方、このプロジェクトも令和4年より開催が始まり、地域の皆様、そして地方から訪れる方々も、たくさんの方が、楽しみにして、そしてまたご利益をいただきたいと考えております。そういう中で、本年は仏様がお当番でございますが、ぜひ皆様方もご協力をいただきまして、訪れる方々に神様、そして仏様、ご先祖様の尊いご加護がありますように、お祈りを申し上げたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。中に入っていただいて、並んでください。めったに入れませんので、前の方がお得です。もうちょっと前。高野山真言宗の総本山金剛無事を公式に訪れた諏訪大社桃井義弘権宮寺をはじめとする訪問団は、金剛無事で重要な儀式や法要が執り行われる大広間、持仏間に通され、何百年ぶりかの対面を果たしました。無病薬
本日は本山のご重役の皆様にお時間を作っていただきまして誠にありがとうございます。私ども諏訪の方では諏訪大社様を中心とします諏訪信仰というものがございます。かつて諏訪大社様には神宮寺というお寺がございまして、その神宮寺は高野山黄門町院の末寺でございました。高野山の中院流を総称するお寺でもございまして、現在は廃仏希釈神仏分離によって亡くなってしまいましたけれども、その信仰は今でも変わることなく守り続けております。上社下社という神社がありまして、上社は普賢菩薩様が祀られておりました。今現在私の武庫所有寺でお預かりをしております。下社には千手観音様が祀られておりまして、かつて高野山大学の教授をされました宮坂優勝先生の正光寺様の方で下社の千手観音様お預かりをさせていただいております。令和の時代に入りまして諏訪大社様また地域の神社様のご理解がございまして、現在諏訪大社様、そして地域の神社様、そしてかつて神仏集合で同じ信仰をしていた諏訪のお寺30か所ほどが今手を取りまして、諏訪神仏プロジェクトということで諏訪大社様に、私たち僧侶がお参りしたり、また神職の皆様がお寺にお参りいただいたり、それからかつてありました仏像を一斉公開するという事業を執り行っております。本日は諏訪大社様ご参加いただきまして、ご本山かつての神宮寺のご本山の小屋さんに来ることができました。私ども活動のその縁を今一度、深く感じたいと思いまして、今日このようにお時間を作っていただいた次第でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとう思っております。ただいまご紹介いただきました私諏訪大社の極寺を務めております桃井と申します。本日は、仏教の聖地高野山に、私どもにご参詣をさせていただきました。また、近藤総務部長様はじめ、内局の皆様方に、このような形で面談をさせていただきますことを、厚く御礼を申し上げます。ただいま、岩崎ご住職の方からもお話がありました通り、諏訪大社にはかつて、1000年近く歴史を誇ります神宮寺、別当寺などというお寺がたくさんあった時代がございました。明治維新の神仏反伝令によりまして、お寺は、集客されてしまったわけですけれども、地元の、お寺様が、そこの、で祀られておりました仏像や重機、こういったものを大切にお守りいただいて、現在まで来ております。その中で、令和4年に、神仏プロジェクトという形で、お寺様のご関係、また地元の皆様、さらにご関係の皆様の、ご努力によりまして、かつて神宮寺、別当寺などでお祭りされていた仏像を神社関係者と一緒になって公開するという、そういった事業が行われまして、以来、お寺の関係の皆様と神社の関係者と厚くいろいろな形で交流をさせていただいております。その中で今回、岩崎ご住職から本山であります高野山の方へぜひ参りに行きませんかということでお誘いをいただきまして、大変諏訪大社とゆかりの深い高野山にご参拝が叶った次第でございます。これをご機会といたしまして、どうぞ本山の皆様方ともご交流を賜ればと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございます。近藤本順小屋さん、真言宗総務部長よりご挨拶をさせていただきます。ご無礼をいたします。本日は遠路このご挨拶にご登礼を賜りまして誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げる次第でございます。さて、この小屋さんは
皆様方もよくご存知の通り、今から1200年、約1200年前に弘法大師様がお開きになりました真言密教の根本道場、修禅の道場として開かれました。そして、お大師様は対の住処としてもこの小屋さんを選ばれました。奥の院の御廟に今もなお禅定に入っておられるというのが弘法大師信仰の基本的な考え方でございます。お大師様はこの小屋さんの対の住処と選ばれた時に、その前に、ご法要をされております。その中の願文にですね、虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば我が願いも尽きな。つまりはこの世の中の悩みや苦しみ、その全てがなくなるまで私は祈り続けるんだ。この小屋さんで祈り続けるんだ。そういうことを願文に表されまして、そして入場されたということでございます。今もなお我々のこの世の中の心配事を全て、私が解決すると、そういう思いで今もなお奥の院で禅定に入って、我々のためにお祈りを続けておられる、祈りの場所、一つは修行の場所ですね。から二つ目は祈りの場所。この二つの意味でこの小屋さんは改装されたというふうに言われております。またその改装についてでございますが、改装の場所はこの本宮のすぐ近くに壇上伽藍という場所がございます。この場所に三古の松というですね、いわゆるお大師様がこの小屋さんを選ばれる時に中国、今の中国、当時の唐の都で真言宗、真言密教の全てを授かられましたお大師様は、この教えを広める場所を示したまえということで、ご法具であります三古書というご法具を、この日本に向けて投げられました。その三古書がとどまっておった場所がその壇上伽藍の三古の松といわれる松の木でございます。実はこの松の木に、この小屋さんにご案内をいただいたのが高野狩場明神様と、この麓の丹生姫神社様、これもこのご神道のお導きによってこの小屋さんという場所が定められたという、これもご縁でございます。従いましてこの小屋さんを改装される折にお大師様は一番最初にこの宮代を建てられまして、そこに四社明神様をお祭りになられまして、この小屋さんの改装をこの造営を始めたということで、非常に神道とお大師様、密教とのつながりが非常に強いというふうに思っております。またお大師様の言葉では五大に皆響きへ、この世の中の全ての事象、有機物無機物、それから現象に自然現象に及んでも魂が存在する、命が存在するというふうにおっしゃっております。こちらも神道の八百万の全てのものに命が宿っている、この考えと非常に重なるものでございまして、やはり神仏、この2つはもともと同じものであったんではないかなというふうにお大師様のことを学びますと、つくづくそう感じるこの頃でございます。そういった意味で皆様方がこのお山にお参りされたこと、非常に貴重で、非常に我々にとっても良いご縁を得たというふうに思っております。また今後ともこの良きご縁が続きますようによろしくお願いいたしたいと思います。誠にありがとうございました。諏訪地域で再び始まった諏訪大社と数多くの寺院との交流が、今回の高野山真言宗総本山金剛無寺への正式訪問につながりました。宗教の垣根を越え、平和への思いが一つになります。非常にありがたいご縁をいただいたと思っております。歴史をお伺いしまして、まさにお大師様とのつながりが諏訪大社ともあったのだなということを改めて認識をさせていただきました。ぜひですね、諏訪大社様のみならずですね、やはり神仏の絆をですね、これからも強めていくということが、我々の幸せにつながっていくんではないかなというふうにまさに今日は確信をした次第でございますので。
一般的にですね、神仏分離は廃仏毀釈という言葉で、置き換えられますけれども、私はその廃仏毀釈という言葉はとても好きではないんですね。仏様をこう捨てたり、貶めたりというそういった言葉ですので、そうではなくて、そういった過去は確かにあったことだと思いますけれども、これからの時代というのは、お寺様、神社と、神道とそういったものが手を携えてですね、一緒に古き良きものを守りながら、新しき時代もしっかりと、祈っていくということが大事なんじゃないかというふうに思っておりますので、諏訪の皆様も、そういったことを、一緒にやっていただければというふうに思っております。日々の暮らしと結びつき、この諏訪の地になくてはならない神様と仏様。諏訪地域のさまざまな祭り、古くからの風習、それは1000年以上も前から今日まで、私たちの何代も前のご先祖様の時代から続く幸せを願う祈りなのです。